つ受かったんですか30で始めて、はい3年後ですね。3回目で合格しました。大人だったから勉強が不利かというと 100% そうじゃないです。音酒。これはたまんないですね。じゃなくてこれイカ飛び出てるんですけどこれイイカだカ巻きか。イカ巻きイカ巻きですね。青さんは食べたことないね、そう、これ初めてね、僕食べるんですよ。あ、うまい。うまいっすかちょっとソーセージ。ソーセージどうですかこれたまらないですね。上品さ。しつこくないです。さすが。表現で感じなんですかねあー、うまいわ。あーソーセージうまいドイツ料理みたいなもうしっかり胡椒の効いたソーセージこれ美味しいですね大根もいきましょう。おでんといえばね、やっぱ大根が一番好きで。ここにも例のとろろ昆布が乗ってますねね。どうですか今カメラずっと見ちゃった。サービスショットが来ましたねというわけで今回も花あかりさんにお邪魔しています。名物京風おでんをはじめお酒の料理も最高のお店です。音酒。実際その30歳で、目指し始めてですよね、はいはい目指し始めて、いつ受かったんですか30で始めてはい3年後ですね。何年後僕は3年間勉強してる3年間勉強して3年連続で東大受験してはい3回目で3回目で3度目の正直合格しました。結構苦労したんですよ本当ね、まあ、苦労といえば苦労だし、そうじゃないといえばそうじゃないっていう。どういうことですか例えば、まあ、一般的によくね、その年取ったらはい記憶力が落ちるとか、はいはいはい言うじゃないですか。まあ言いますねまあ、あれ半分当たってて、半分違うなと思ってて、あそうなんですこれよくね、その脳科学とかの本読むと分かるんですけど、例えばその年取ってくるとね、その人の名前が思い出せないとか、まあまあまあありますねあるじゃないですか。もう我々もめちゃくちゃ出てきてるところです実際僕もあるんだけど、うんうんうんでもあれってその覚えられないんじゃなくって脳にストックされてる情報が多すぎて、その瞬時に取り出せないっていう状態なんですよね。どこしまったっけみたいなそう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 、はいはいはいタンスの中にもうめちゃくちゃに服が収納されてあって、もうあれでもないこれでもないみたいな、だからもうごちゃごちゃに収納されてる状態で整理整頓がされてないっていう話らしいんですね、どうもね、ちゃんと勉強すると。だからその思い出せないっていうのは忘れてるんじゃなくって適切にその取り出せないっていう、必要な時に取り出せないっていう、でそれってじゃあどうやって問題解決するかっていうと、この情報は自分にとって必要ですよっていうふうに脳に覚えさすしかないと。何回も何回も必要に応じて繰り返し思い出して、これは本当に重要な情報なのかそうじゃないのかっていうのを脳にちゃんと選別させるしかないっていう。例えば久しぶりに会った人で、あ、この人なんだっけ名前みたいな、そのね、例えばこういう仕事しててこういう趣味があってとか、周りの情報を思い出しても名前入れてもらえない時は、もうその人にとってはあんまり重要な情報じゃないので、何回も思い出しながら記憶に刻んでいくしかないっていう。それでいうと勉強もね、何回も何回も繰り返しやって、これは大事な情報ですよと自分の脳にその覚えさせしかないっていうね。そっか、じゃあ別にそういう意味では、年齢が上に行っても、その脳がこれは大事な情報だってちゃんと認識できるくらい、ちゃんとまた叩き込めば、そうすれば、ある種全然その現役の受験生たちとも全然戦えますよみたいな解釈で大丈夫です。それはなんか希望の持てる話ですよね。今から何か勉強したいとか、今からだと資格取りたいとか、なんかそういうふうに思ってる人も全然今からでも遅くないよっていう言ってもらってるような感じです。僕ね、本当に30過ぎてから受験勉強して思ったのは、例えば大人になれば、例えば世の中のね、
ニュース、まあ、歴史だったり社会情勢だったり政治とか経済とかね、やはりその嫌が応でも意識せざるを得ないじゃないですか。自分の生活だったりキャリアに影響することが多くなるので、まあそうですね。子供の時は全然興味なくても大人になると知らないと恥ずかしいっていうのもあるし、これが自分の生活にね影響するっていう機会も増えてくるんで、意識することが多くなってくるんですよ。確かに。でその時に僕は文系で受験したので、東大の受験って文系だと日本史、世界史、地理っていうその3つの社会科目だから2個は選んで受験しなきゃいけないんですよ。2個。大変ですね。そうだから例えば最低でも日本史か世界史の最低どっちかは選択してちゃんと勉強しないと受験できないんですよね。で僕は地理と世界史を選択したんですけど、僕ねもともと小学生の時から歴史大嫌いだったんですよ。全然分かんなくて、でも世界史勉強するとね、例えばなんで今中東情勢が不安定で、なんでしょっちゅう紛争してるのかとか、なんでアメリカで人種差別が今起こってるのかとか、それ分かるんですよちゃんと。だからね、実は社会人になってから受験すると一個大事なというか有利なのは自分事として勉強が捉えられるっていう。受験生のね、それこそ高校生の時があると、ただ大学受験で成功するためにひたすら覚えたりとか、なんか意味が分からないまま勉強するとかあるんですけど、大人になるとね、勉強する意味が分かるので、そこは一個有利なんですよね。これは一体何なのかっていうことが分かってるから、より例えば理解が進んだり、定着しやすかったりっていうこと。それは間違いないです。だから一般的にね、本当大人になれば記憶力が低下するとかね、集中力が低下するとか、集中力に関してはね、やっぱり僕も更年期障害今混ざってるんで、それはねパワーワードが出てきた急にそうです。もうそういうもう40過ぎてますから、更年期障害それはリアルに出始めてますね。出ますね。ちなみに何が、集中力の低下とかねそれはもろもろありますけど、とはいえね、全面的に不利かってそうじゃなくて、やっぱりね、大人になってから見えてくる勉強の意味とか、こういうことが今の世の中とつながってるんだみたいな見える世界がね変わってくるので、そこはね有利には働いてます。だから大人になったから勉強が不利かというと 100% そうじゃないです。これはいいな、なんか勇気をもらえる話だな。音酒。香りが違う。どんな香りですか？なんかフルーティーさが増した感じ。そうなんだ。マスカットみたいな。いいですね。そういう感じです。確かにブドウの感じ強い。音酒。知り合いの話ですけど、50代で社会人編入とかじゃなくて、普通にセンター試験受けて、当時の話ね。当時の話、普通にセンター試験受けて学部入学した方も知ってますよ。東大に50代。僕は30代でしたけど、50代すらすごいな。50はすごいな。で、そういう人もいますから。でもできるんですね。やろうと思えばね。よく言うじゃないですか。なんか例えば高校とか大学の授業とかをその大人になってから振り返った時に、今だったらもっとなんか本腰入れて受けたのになーって言う人結構いるじゃないですか。僕も言いがちなんですけど、あれってなんかあながち今だったら真面目に勉強するねって意味だけじゃなくて、いろんなものが当時よりも見え始めてるから、だからもっとそこでやってる授業とかの価値が今だったら分かるのになっていう意味でもあるんじゃないですか。なんかそれとなんか同じようなものを感じましたね。だからなんかなぜこの勉強が必要なのかとか、そういう意味みたいなものがより18、19の頃よりも分かってるから、そういう意味である種ちょっとアドバンテージがある。そうですね。僕ね、本当東大受験して、世界史をね選択して勉強したんですけど、ニュースとか見ててもめちゃくちゃ分かりますよ。中東情勢とか、そのアメリカの左派と右派の分断とか、なぜそれが起こるのかっていうのが見えてきやすいってことですね。歴史を全部勉強したから、こういう背景があって今こう起こってるんだ。子供の時なんで僕が歴史嫌いだったかっていうと、ひたすら暗記っていうと勉強する意味が分からなかったんですよ。なんでこれ覚えてんだろうなみたいな。本当に
にね教科書だとこういうことが起きました、こういうことが起きましたみたいな、出来事の羅列しかないので、勉強する意味わかんないし、詳しい背景がイメージできないんですよ。そうですね。なんかあれですよね、日本史急に幕末とか、はい、急に戦国時代とかになると、急に面白くなるんですよ。なんかよりもともと好きだっていうのもあるんだけど、あれって要はそこにどんな人物がいて何が起こったかっていう事件とか、その合戦とかを知ってるから、なんかそれを学んでる意味も、今後起こる出来事のどうなってどうなってどうなったみたいなのが分かるから、急に理解が進んで面白いみたいな、そのドラマを学んでるような状態になるんで。ですよね。僕も教えてても、その歴史とか社会が得意じゃない子でも、例えば戦国時代好きとか江戸時代好きとか、そういう子は一定数いるんですよ。いますよ。で結局それはドラマが見えるからなんですよ。人間模様が見えたりとか、その人物がどういう人かっていうのがイメージできるんで、だから身近に感じるっていう。いますよ。世界史嫌いだけど三国志は好きだとか、日本史好きじゃないけどなんだろう、戦国無双だけはやったことあるとかそういう人はやっぱいますよね。それと一緒にちゃんと勉強すれば、それが別に戦国時代とか江戸時代とか明治とかだけじゃなくて、全部それが見えてくるんですよ。はいはいはい。そうですよね。もちろん昔になればなるほど情報が少ないので、そのね限界は多少見えてきますけど、でもやっぱりつながりとかね、因果関係見えてくるんで、それがちょっとずつね現代に近づくにつれてより解像度が上がっていって、だから今の世の中はこうなんだっていうのと、プラスじゃあ過去にこういうことがあったから、未来はこうなるかもしれないみたいな予測もできたりするんですよね、ちゃんと勉強するので。それが歴史を学ぶ意味であり、面白さだっていうのを僕は東大受験通じて初めて知って、今でもね歴史別に好きじゃないし得意でもないですけど、歴史を勉強する意味とか面白さのなんか本質みたいなのがね、見えたのは一つ僕の中で収穫でしたね、受験してね。やっぱ勉強っていいですよねっていうとなんかあれですけど、なんか価値あることですよね。もちろんもちろん、それに気づけるっていうことが、なんか人生を豊かにするというか。それは間違いないですね。勉強する意味だったらね、それこそ学歴のためだったり自分のねキャリアアップのためだったりとか、それは全然自由でいいですけど、そこになんか面白さを見出すとか価値を感じるっていうのはやっぱ大人になってからの方が可能性は高いですよね。そうですよね。それは僕はね本当に30歳から東大受験して知れたのが一つ幸せでしたね。本だけ。ありがとうございます。チアユと山菜の天ぷらですね。これチアユ。じゃあ鮎からいただきます。説明法僕ね、鮎ね、地元のね、鳥取県に日野川っていう一級河川があって、そこでね、鮎釣りがね、盛んに行われるんですよ。いいですね。で、僕のおじさんがよくね、そこで天然のね、鮎を取ってきて、よく塩焼きとかでね、子供の時食べさせてもらって、いいですね。ちゃんと味は知ってるんですけど、これやっぱね、それって鮎って養殖とね天然で全然味が違って、そうなんですやっぱね養殖だとちょっと臭みがあったりとかね、身がちょっとぐしゃっとしてるところあるんですけど美味しいです。めっちゃ柔らかい。臭みみたいなないでしょ。美味しい。今度はちゃんとレモンを絞ってください。レモンはあれですか、レモンをかける派ですか。一口目は高くなくて、二口目はかける。ちょっとそれぞれの味を、そうやってね、ちゃんと違いを楽しまない。そうですね。せっかくそのチャンスがあるんだから。初めからレモンかけるのはちょっと違う。違います。それは僕の中では違う。マイルールがしっかりしている青木さんです。ラーメンとか食べる時でも、初めから胡椒いく人いるでしょ。いますね。ちょっと待ってくれよって感じです。食べ慣れてる味じゃないんですけど、初めましての味でいけそれされると、ちょっとそれは待ってくださいっていう感じはしますね、僕はね。レモンかけますか、このタイプで。いきましょう。
まあ全体でいいですか？あ、もちろんもちろん。はい。これなんて言いましたっけ、この3歳。プルってなってるやつ。これなんて言いましたっわかります。記憶にございまけ？す。記憶でございます。何を言ってる。この政治家が出てきてしまったな。確かに言われてるのは政治家みたいですね。急に回答弁みたいになったからびっくりした。でもリアルに覚えてない。リアルに覚えてないだけっていう。青戸酒。いや、おっさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。最高のお店でしたね。よくそんなね入ったことなかったのに、よくあんな大当たりを。これが酒飲みの嗅覚です。いや、素晴らしいお店でした。こんな感じで今後もこのチャンネルでは青津さんがここいいんじゃねえかと思ったお店をちょっとこう入っていくという、そうですね。そんな感じでやっていくってことでいいんですかね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃ夜の闇に聞いていきますよ。あ、じゃあ青津さんお疲れ様でした。お疲れ様だ。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。